皆さん、こんばんは。キリンです。いきなりですが、質問です。皆さん、この青い部分、何と読みますか？パッと正しく読めますかね？はい。これは、宗教の一つで、インドを中心に、東南アジアとか世界中で信仰されている宗教ですよね。はい。これは、ヒンドゥー教と読みます。この部分は、ドゥですね。英語の do みたいに発音します。でも、この do ってキーボードでどう打てばいいか迷いませんか？実はこういう読めそうで読めない、打てそうで打てないカタカナ結構多いんですよね。日本語を勉強したばかりの時、一生懸命皆さんカタカナを覚えたと思いますけど、中級以上になっても読みにくいカタカナを見ると、ため息がつきたくなりますよね。はい。今回は、そんな単語を4つ、読み方と意味と例文、それからタイピングの方法も紹介しようと思います。はい。じゃあまずは1つ目ですね。この青い部分、読めますか？これはフランスの高級ブランドで、バッグとか財布が有名ですね。うん。この青い部分だけ読んでみると、これは美です。単語全部で言うと、ルイ・ヴィトンです。ルイ・ヴィトン。私は他のブランドに比べると、ルイ・ヴィトンのデザインや素材が割と好きなので、財布とかカバンとか憧れますね。はい。この美の発音は、言語学的に見ると、バビブベボのビと同じ発音じゃないみたいですけど、まあ、ビと同じように発音しても通じますよ。例えば、ミロのヴィーナスとかも、ヴィーナスと読んでもいいですね。タイピングの方法は、V と I です。はい。ルイ・ヴィトン。これは一つ目でした。じゃあ次は二つ目。二つ目の単語はこちらですね。この青い部分、読めますか？これは職業の名前です。映画、音楽などで企画、プロジェクトとか、その全体、制作の全体をまとめる人ですけですけど、はい。この青い部分だけ読むと、デュです。デュ。単語全部で読むと、プロデューサー、プロデューサーですね。例文を言ってみましょうかね。この動画は企画から編集まで全部プロデューサーが考えているそうです。彼は有名な音楽プロデューサーです。はい。こんな感じですね。読み方は、デュがジュで読み間違えてしまう人が多いみたいなので、注意ですね。このデュがつく単語は、テニスとかバレーボールのルールの中に、デュースっていうものがあるんですけど、知っていますか？デュース。点数がマッチポイントで一緒、並んだ時に起きるものですね。はい。ハラハラする場面ですけど、このデュ
のタイピング、ちょっと難しいです。一緒に見てみましょう。まず、D を押して、E。それから、L を押して、Y、U で、U ですね。はい。ちょっと難しいですけど、皆さんのね、スマホのキーボードでも試してみてください。はい。じゃあ次は3つ目です。はい。この青い部分ですね。この単語は、ヨガをするときに着る服です。うん。動きやすくて、伸びる素材のものが多いですね。この青い部分だけ読むと、ウェです。ウェ。単語全部で読むと、ヨガウェア、ヨガウェアです。最近ね、運動不足なので、ヨガウェアを買って、家で軽く運動しようかなって思ってますけど。はい。ヨガウェア。このウェアは他の単語でもよく使われますね。例えば、ウェディングケーキとか、ウェブサイトとか、日常生活の単語でもよく見る文字ですね。はい。じゃあ、この上のタイピング、どうやってするかというと、2つあります。まず1つは、W と E。それか、W を押して、HE で上になりますね。はい。どうでしょう。結構便利な文字なので、今日ね、一緒に覚えましょう。じゃあ次は4つ目です。これはね、最後の単語になるんですけど、結構一番日本語の単語の中でも一番難しいかと思います。まず最初のところ、ここの部分ですね。と、もう一つ後ろ、ここの部分ですね。この単語は、イタリアにある水の都として有名な都市ですね。うん。はい。まずじゃあ最初の方は、べです。うん。さっきビがありましたね。バビブーベーボーのビと同じように発音してくださいって言ったんですけど、まあ、これもバビブーベーボーのベと同じように発音しても大丈夫です。次、こっちは、ジ、ジですね。うん。単語全部で読むと、ベネチア、ベネチアです。いつかね、ベネチアに行って、水の都の景色を実際に見てみたいですね。うん、ベネチアはとても美しい街として有名ですよね。はい。じゃあ、タイピングの方法ですけど、まず、こっちのベは、さっきの V、I の方が B になるので、V、E でベになります。で、後ろの方、こっちは E、S、I、E、S、I で Z になります。まあ、なかなかこの文字を使うことは少ないですけど、やっぱりイタリアとかドイツの都市や人の名前になると、こういう文字が多くなりますね。例えば、モーツァルトも、チじゃなくて、ツァですけど、初めて見ると読み方に戸惑ってしまうかもしれませんね。うん。モーツァルト、ちょっと打ってみましょうか。もう、ザなので、t
ですね。モーツァルト。はい。こうなります。そうですね。今日紹介した単語は、ルイ・ヴィトン、プロデューサー、ヨガウェア、ベネチアでした。じゃあちょっと皆さん最後に問題を出したいと思います。全部で2問出しますね。一つは、画家でモナリザを描いた人です。ダヴィンチですね。ダヴィンチ。ダヴィンチはどうやってタイピングするでしょうか？はい。ダヴィンチ。こういうふうにタイピングできたでしょうか？皆さんのスマホでちょっとタイピングできたでしょうか？次は第2問目です。2問目は、こちらの国の名前、北欧の国ですね。ノルウェー、ノルウェーです。この単語はどうタイピングしますか？ぜひね、コメント欄に書いてみてください。自分のスマートフォンとかパソコンでちゃんとタイピングできるかどうか練習してみてください。うん、他にもこれが読めない、打てないっていう単語があれば、ぜひコメントで教えてください。今日の動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はここまでにしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。